今回の内容はコートジボワールを旅する16日間のまとめ。またも自転車トラブルが次から次に起きてしまい、序盤から思うようになかなか進めません。それでもずっと叶えたかったこと、世界最速ステップのダンスを見るために彼らを探して奔走して、奇跡的にそれが実現。そして終盤は世界遺産の町グランバッサムに立ち寄り、今回の旅最後の国ガーナに行きます。自転車旅でしか出会えない魅力の世界がここにある。それでは行ってみよう。無事にコートジボワールに入れてるんですけども、早速チェーンは切れました。そしてね、もうビリビリです。ダメだこのパンツ。履いて1日ですけども、もうビリビリ。2023年8月16日午後3時、現在地は西アフリカの国境リベリアからコートジボワールに入ったところにいます。2度目のコートジボワール。これからある民族に会うために自転車旅で向かいます。こんな感じでもうビリビリになってしまいましたが、トップスは元気です。鏡ないから分からんけどさ、多分いい感じ。やってきました。ダナネの自転車屋さん。今回の目的地に行くためにはまず自転車を直す必要があります。リベリアで見つからなかったチェーンとスプロケットはここにあるんでしょうか。チェーンチェーン Combien ça coûte? Combien ça coûte? Oui, nouveau. 1000 francs? Non, là, VTT chaîne.結局この町にもチェーン、新品チェーンすらないそうです。あるんですけど、この分やっぱ長くなるじゃないですか。だからその長いチェーンがないということですね。こういうタイプの短いチェーンだったら売ってるけど、これに合うような長いチェーンがないということです。探してるスプロケットね、これもこういう6足しかやっぱり売ってないっていうことで、諦めて次の町に移動します。さあ着きました。マンです。中心部まで7キロ。わーすごいな、ごちゃごちゃ。マンの中心部です。この町でも自転車屋に行くためにまずは市場の中に入っていきます。この辺の伝統的な衣装なんでしょうか。初めて見るな。Comment ça s'appelle? C'est Boubou Yacouba. Voilà. Merci. Oh. Voilà, qu'il y a eu, non? C'est ça, là. Boubou Yacouba. Voilà, pour les hommes. Les hommes sont durs, là, c'est pour eux qu'elle est là. Ça, il y a un chapeau, il y a son chapeau. Il y a un chapeau. Traditionnel, traditionnel. Ouais, traditionnel. Vous, traditionnel. Yacouba. Quand on dit Yacouba, c'est pour la région, là, c'est pour eux. Ceux qui sont de la région, c'est pour eux. C'est les bouquets. Ah, c'est région. Voilà, c'est pour eux qu'elle est là. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Photo, c'est bon, merci. Ouais. 面白い。ありがとうございます。Avez-vous le chien? Nouveau chien? Chien? Oui. Ouais. Yana. Combien? Chien vélo. Oui. Vélo. Non. チェーンとスプロケット。もうスプロケットは別にええかな。せめてチェーンが欲しい。
それが見つかればラッキーっていう感じで、田舎町の自転車なんかにも聞きながら進んでいこうと思います。翌日、国道は未舗装に変わり、自転車屋はしばらくなさそうな風景。チェーンが切れないよう慎重にペダルを漕いでいます。めちゃめちゃ田舎町なんですけど、まさか新品のチェーンがありました。これの長さだったら僕の自転車にも合うっていうことで、メルシーボークメルシー1500セーファーなので400円380円くらい。まあクオリティは期待してないんですけど、一応予備として持っとく方がいいかなっていう感じで、これでなんか今のチェーンもちょっと冒険できるというか、もうちょっと強く踏み込んでみようかなっていうね、そんなことができる感じです。ほな再出発。この音が聞こえますか？これが今抱えている問題。前タイヤのベアリングカップ、そこの故障です。ヨーロッパから5000キロもアフリカを走ってきていると数えると、自転車いろんな部分がガタきてますね。さあセゲラあと5キロ、セゲラで直せるそんなに大変なトラブルじゃないはずです。さあやっとです。セゲラに着きました。ボンジューありそう。全部治りました。6時です。めっちゃ疲れた。前タイヤの気になってるハブ軸のところを直しまして、ここでついに7枚ギアのスプロケットが手に入りましてね、新品スプロケットに交換しました。あと細かな部分調整してたらこんな時間になりました。疲れた。今からやっとランチ、もう晩ご飯ですよ。めちゃめちゃお腹空いてるわ。C'est mangé. C'est mangé. C'est combien? C'est 2000. 1000 francs. C'est 2000. いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。なんか肉ですね。ラム肉かな、蒸し焼き。うんめ。このモートンで1000フラン240円。焦げるかな。自転車の修理をした翌日、これですぐに目的地に到着できると思ったら、別のところでまた異変が起きてしまいました。うわ、これやばいな。なるほど。お、自転車屋がある。ちょっと聞いてみようか。Bonsoir. C'est possible? Ici. Ça, si j'ai pas qui va taper comme ça. お店が言うには、一度分解してみて、もしかしたら修理できるかもしれないとのことでした。このボトムブラケットという部品、イギリスで新品にしてからまだ1年しか経ってないんですけど、異常なほどに早すぎる寿命です。ということで、自転車修理は治ってないです。これボトムブラケットっていうパーツ、そこの交換修理になると思うんですけど、それをするには専用工具もいるし、
まずこの村にはそのボトムブラケット新品がないということで、とりあえず中きれいにして組み立て直しみたいなことをしたんですよ。で一応ほんまに応急処置的に今はなんか乗れるかなみたいな感じの状態になってて、ご覧のようにまた日没でしてね、今日進めた距離20キロ進んだかなぐらいの感じなんですけど、まあこれも旅ですね。またキャンプできそうな場所に進んでいきます。こんな感じで炭を使って自炊です。ガソリンストーブが盗まれてからね、自炊ができないんですけど、まあこうやって準備すればなんとかできるっちゃできるっていう。米とだしの素みたいなのがあるんで、それでおかゆみたいなの作ります。こんにちは、朝日です。今ここはコートジボワールの真ん中あたりです。地図をご覧ください。ここアフリカ大陸、西アフリカですね。このコートジボワールってこういう四角形の国土になってるんですけど、真ん中あたり、ちょっと西側です。リベリアから戻ってきて2度目のコートジボワール旅です。今回の最大の目的はグロ族に会う、ザウリダンスが見たいという、それになります。1回目のコートジボワール旅で出会った現地の人たちにメッセージして、どこに行けばグロ族に会えますかって聞いたところ、3つくらいの村を紹介してもらったんですね。で今日はそのうちの1個目、ゼノーラっていう村に行けそうなんで、あと40キロぐらいですね。で実際見れるかどうかわからないし、行ってみないと、聞き込みしてみないと何とも言えないんですけど、はい、ドキドキです。それでは行ってみましょう。ボンジュー。この道舗装されてるって多分ほんまに最近だと思うんですけど、全然観光客はもちろん白人がいない、来ない地域っぽくて、みんなね声をかけるっていうか、びっくりした顔してる。予想よりもかなり時間がかかりました。ようやくグロ族の村1つ目、ゼノラに到着。どこに行けばザウリダンスを見ることができるのか、地元の人に聞いて回ります。That is Genola. This is Zenola. I want to see Zauri. I'm going to Mafla. Mafra? That's a sick name. Mafra, OK。ここがね、今いる町の入り口なんですけど、警察のチェックポイントがあるんですよ。警察に聞いてマウフラっていう町を言われて、で他に一応聞き込みしとこうと思って街中で聞いてみたら、同じくマウフラっていうそういう村を言われたんですよ。それがこっち方面、あと20キロぐらい走ってたところにある村だそうですね。もうなんか見れるかもしれへんな、楽しみ。ペダルがすごい音してるわ。もうここがマンフラ、グロ族の村です。ザウリ？実は最初にメールで教えてもらった3つの村にこのマンフラは入っていませんでした。Yeah, Zauli. Yeah, everything. Yeah, I want to see? Yeah. ここでもまた別の村を言われるのか、それとも Give me one cigar. I smoke. I don't smoke. Me, I smoke. I don't smoke. Maybe better to go in the central. ここがですね、ハイウェイ沿いで村の入り口になってまして、マンフラっていう村の中心部まで少しだけサイクリングで行ってみます。ボンソワカレッジフライベマンフラ、なんかマーケットやん。ここが中心部か。ボンソワ
ボンソワ。あ、なんか食べましょう。バナナドーナツ。ドゥッソン。Merci. Bonsoir. Zauri. Zauri. ご覧の通りすぐに人が集まるので相談はしやすかったです。そしてここで今回のキーパーソンとなる人に出会うことができました。Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci beaucoup. Ça va, merci. Bon, je veux boire Zauri. Oui, Zauri. Zauri. Dance, mask. Okay. You speaking, President, for organisation Zauri. Donc, tonight, et puis, bon. Donc, English is very poor. Yeah. この場で分かったことは、ザウリダンスを見るために村長、警察、ミュージシャンなどいくつかの許可が必要ということです。そこでこれらの通訳として英語を話す人を呼んでいただきました。すごい人だったね。I want to say something. You know, there are villagers that have never seen a yellow man. That's why they are following us. Do you get what I said? Yellow man. Me? Yellow in the air. Okay. Yeah. Like le blanc. Voilà, Okay. It's not common. Yes, that's right. I know what you mean. That's right. What is your name? My name is Jules. 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 My name is Asahi. Asaki. Okay, nice to meet you, Jules. What's your nationality? Japan. Japan. Yes. Hey, me, I am Ivoirian. I am Buddhist. Oh, okay. You Buddhist? Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Depuis 1999. Oh. Voilà. Président Ikeda. Yeah. Ayashi. まさかここで日本仏教？びっくりしました。さて、そんなジュールさんの案内で村長や警察のところへ挨拶回りに行きます。ザウリダンスが見れる感じの流れになっております。いくらかお金払わなあかんけど、何本払ったらいいんかな。もう全然わからんわ、こういうの。言うてめっちゃお金持ってるわけじゃないんですけどね。3万フラン、7500円ぐらいでいいかなとか思ってるんですけど、はい、まあ、どんな感じの内容かにもよりますね。行ってみましょう。Now we are going to the church. Yeah, shift. Yeah, in order to see Okay. the max. Oh, okay. Shift the village. Bonsoir. 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 Ah, merci beaucoup. ミュージシャンやダンサーも集まり、村長の家の前で話し合いが行われました。皆さん普段は畑仕事をされているようで、都合の良い日時についてそこが議題でした。そして話し合いの後、偶然にもダンスの練習風景に出会い、本当にワクワクしました。翌日の朝、プロダンサーによる本物を見せていただけることが決まったからです。ソースグレイン。Non, sauce claire. Avec crayon. Et sauce graine douteuse. Sauce graine. Bon appétit.
不要我不拉。哎，你那是那什么？真的是。哎，我你那是那我那我不拉会用，一拉大了，一拉非常非常会接的。我给人家多不拉起嘛。それではここでザウリダンスについて少し解説します。コートジボワールの中部に住むグロという民族によって受け継がれてきた踊りをザウリと言います。ザウリのすごいところは世界最速という独特な足の動きで、生演奏のドラムによる力強いリズムと伝統衣装を着たダンサーによる高速ステップ、このパフォーマンスは衝撃的です。ザウリの起源は古く、グロ族の歴史と深く結びついていて、ダンサーは常に男性です。伝統的な儀式やお祭りの時は欠かせない踊りで、グロ族の村であれば各地にザウリダンサーがいるそうです。このようにザウリは民族のアイデンティティを保つための重要な役割を果たしてきました。You remember this street? Yesterday night we passed here. Okay. 最近ではユネスコの無形文化遺産に選ばれ、見た目のインパクトから CM やミュージックビデオに使われる機会が増え、世界中で注目を集めています。そんなグロ族の伝統、世界最速のダンス、ザウリがこれから始まります。今朝8時ですね。ここでダンスやってくれるらしいです。めちゃめちゃ本格的なことをやってくれます。楽しみ。
Voilà.
すげえな。めちゃめちゃすごかった。メルシーボーク。Thank you very much. Thank you. You know, Zauli, it is a mark of our dignity. Dignity. Yeah. Something making proud. Yeah. So ours, it's Zauli. Okay. Everywhere you go. Identity. Identity. Okay, I understand. Yes. Okay, the girl's identity. There is Zauli. Everywhere you go, if you see Guru, his principal identity is Zauli. Zauli. Yeah, it was nice experience. If you come here, don't go anywhere, come here. Here is to you. Thank you. Here is to you. So we must go. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est bon? See you next time. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Everybody. Yeah. Thank you. Goodbye. Machette, on peut travailler? ありがとうございました。マンフレ出発です。昨日素晴らしいザウリダンスを見た次の日になります。コートジボワールの真ん中あたりですね。首都ヤムスクロまであと40キロぐらいの場所です。昨日いた村がこの辺りでこういう感じで進んできているんですけども、前々から不調だったこのボトムブラケットっていうところがもうダメです。ありえへんぐらいグラグラしてて、こう分かりますかね。なのでボトムブラケットを交換するしかないですけど、そんなものが売ってる自転車屋があるのは期待できるのはヤムスクロになかったらアビジャンまで行かないとない。とりあえずですね、ヤムスクロで修理できることを願って自転車を押して歩いていきます。すごい田舎の自転車屋さんですけど、また前回と同じようなパターンかもしれん。直そうと頑張ってくれるんですけども、すごい雑な修理でまた4日で潰れるみたいな。この外し方を見て皆さんもお分かりだと思います。アフリカンスタイル。さて、これが問題のボトムブラケット、ペダルを支えている部品です。これの厄介なところは種類が多すぎて
同じものを見つけることが難しいことです。とりあえずここにあるものでペダルを漕げる状態に修理することはできたんですけど、実はこの日からわずか5日後、これが壊れてしまいます。ボトムブラケット規格変わったんですけども、とりあえず直りました。それのおかげでこっち側にギアが3枚ついてるんですけど、もともとからこれのうちの2枚しか今使えない状況になってまして、完璧ではないんですけど、とりあえず走れる状態。アビジャンに向けて進んでいきます。これから先のルートは現在地ヤムスクロからアビジャン、そして世界遺産の町グランバッサムに立ち寄りガーナ国境です。まずはアビジャンまでの 250km4 日間をダイジェストでご覧ください。朝10時半ですけど、ちょっとコンセントあって冷たいビールがあった。乾杯。うますぎるやろ。それじゃあ最重要項目である充電をさせていただきます。さて、充電もある程度終わりましたので再出発です。メリカマあ、ミックスイッチ Voilà, 100 francs. Pas lui. Plein de ton pan de. Ça saigne. Alors, vous pouvez l'aller. C'est pas. なんか消毒液みたいな匂いする。On boit un peu. Ça met. Ça met. Ah, ça met. 何これ。アビジャンまであと31キロ。もう日没なんで、ここで腹ごしらえ、晩ご飯食べとこう。さあ。Merci beaucoup. Checker, 100 francs, 100 francs, 100 francs. 300, oui. Patate. Oui. Dessus. 100, 400. 400. 400. パテギはい、本日もアチェケです。いただきます。安定のナス。ノリノリの地元民。こうしてサイクリングは問題なくアビジャン手前 10km の地点まで来ることができました。そして翌日、この朝食の後にアビジャンに到着します。ゴンボ OK。 初めて食べる料理のね、名前を聞いております。ガバットガンボガンボ OK。 おはようございます。今日の朝食は初めて食べるものばっかり。トウモロコシのゼリーいただきます。うまっ。あ、うまいと思ったけどちょっと後味足らんな。なんかつけて食べる方がいい。オクラのソース。それはうまい。ご飯とオクラとトウモロコシゼリー、これで 300g 80円です。よっしゃ、それじゃあ今日も出発です。ここはアビジャン手前10キロ。今日はアビジャンを通過して海沿いで寝ようかなと思ってます。うわ、すげえな。ここはめちゃめちゃ賑やか。なんやろこれ。
アジャメ地区です。言ってみるもんやな。アビジャンを通過するつもりで午前中走ってたんですよ。でも一軒だけ寄ってみたいなと思ってるお店があって、それが自転車屋のなんかすごいメカニシャン、技術者がいるってことで、今抱えている自転車の問題一応相談してみようと思って行ったんですよ。それがですね、なんかアビジャンに在庫があるっぽいみたいな話になって、もしかしたらうまくいけば明日部品が手に入るっていう話になったんですよ。まだ確定ではないんですけど、とりあえずアビジャンで一泊することにしました。で、どこに寝るねんってことじゃないですか。一番安い宿をね探して聞きに来て、これが3軒目ですかね。ここが一番安かったです。1万フラン2400円ぐらいで個室のお部屋があったんですけども、ご覧の感じでキャンピングさせてもらえるスペースをお借りしまして、シャワー借りるんでね、これを気持ちで受け取ってくださいっていう風に出したらですね、キャンプなんだからお金なんていらないよみたいな風に言ってもらっちゃってありがとうございます。はい、ここで一泊して明日の午前その技術者のところに行ってですね、出発になると思います。さて、荷物を置いてシャンプーを買ったり晩ご飯を食べたりしたいんですけども、散髪がしたいということでここ屋に来ました。コイフピュー、どんなやつでしょうか。めっちゃええ感じやん。ええ感じやん。4ヶ月ぶり。さっぱりした。メスボク。¿Cómo se sapere? Dokunu. Dokunu. Akasa. Dokunu. Dako. それじゃあいただきます。もう名前忘れたわ。赤さとなんとか。C'est bon. Délicieux. Dokunu is very good. Very good. Super. はい、おはようございます。朝9時です。お世話になりました。このバックヤードキャンプめちゃめちゃぐっすり出れました。それじゃあ自転車屋に向かいます。Yeah, that's a remover. Super easy. See backside. Yeah. ペダルのなんていうの、足の部分、クランクアームっていうんですけど、そこの付け根の部分ね、これ専用工具があると叩いて外すっていうことせんでいいから、そのリムーバーをね買おうかな思ったんですけど、もうすぐイギリス戻ると思うから、ボトムブラケットの交換だけで今日は済ませます。Ça c'est cassé. It's broken. Yeah. Just 5 days. Because that cost was 3000. Cela coûtait 3000. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas dit que c'est local.
See you next time. Or maybe we'll meet in Japan too. Because yes. my dream is to go to Japan. Okay, Me okay. and my brother, we always search on Japan and we see. Oh, really? Even like he watches anime a lot. Thank you very Thank much. you so much. Good luck and have a safe ride. Yes, you too. Okay, let's Bye. stay in touch. Goodbye. Bye. For your photos. Thank you. ありがとうございました。自転車完璧や。おそらく今回の旅の終了の街になるであろうガーナの首都アクラ、そこまでは500キロぐらいかな。1週間で着くと思うんですけどね。その500キロを快適に走れるようになったということで、サイクリングがまた楽しみです。晩ご飯です。クラカリがありました。巨大なタピオカみたいな食べ物です。それに魚を煮込んだソースポワゾン、そういうクラカリに合わせるソースいただきます。美味しい。おー、いいね、いいね、うまい。これ食べたかったやつや。うまい。もはやこれラーメンのソース、ラーメンのスープぐらいうまい。おはようございます。今朝9時です。そういえば昨日アビジャン最大の町、コートジボワール最大の町で新しい服買いました。全体像多分見えないかもしれないけど、これで大体1000円ぐらいです。でここはですね、アビジャンから40キロほどガーナ方向東に進んだ海沿いの町グランバッサムです。世界遺産の町です。コートジボワールは元フランス植民地なんですけど、その面影が色濃く残る町っていうことで、少し見てからガーナ方向、国境の方に向かおうと思ってます。どうやったらいいかな。暑いな。今日9月1日です。朝食にデゲという乳酸菌飲料、ヨーグルトみたいな液体にトウジンビエ、ミレっていう冷えが入った食べ物、飲み物です。これで200セーファーなんで50円。さあ、それでは歴史地区の方に行ってみます。この橋を渡ると向こう側の島っていうんかな、陸地、そこが歴史地区になってるっぽい。なんかこれもそうなんかもしれん。めっちゃ古い建物。1893年、コートジボワールがフランス植民地だった時代です。この時にここグランバッサム首都だったみたいですね。でだから200年経ってない、150年くらい前のフランス植民地時代の建物がいくつか残ってて、これは病院、ホスピタル、今も使われてるのかな。消毒液置いてある。なんか今も普通に病院として使われてるような感じです。中入っていいんかな、そんなん。そうですね。全然今もちゃんとした病院ですね。中入るのやめとくわ。なるほど。なんかね、建物、古いフランス時代の建物を観光するっていうよりも、そこに今も住む人々の生活を楽しむみたいな、そんな場所な気がする。全然観光客おらへんね。世界遺産言うてもそういう感じじゃない。C'est quoi ça? C'est GB. Sauce grain. C'est ça, hein, Sauce grain avec poisson riz. Fumé, poisson fumé. Ah, d'accord. Photo. Ah, oui. Merci. Yes. Oui. Sauce grain. Enchanté. Malaiso. Adjamish. Ajami. You? Asahi. Asahi. Je m'appelle Asahi, oui. Bonne arrivée, Asahi.
乾杯。うまい。よう冷えてるわ。いただきます。おいしい。表現が難しいですけど、フレンチっぽいソース。島みたいなゆっくりとした時間と開放的な空気がグランバッサム。いいですね。思ったよりもこうのどかな感じがすごく好きです。棒読みになってますけど本当に思ってます。多分こういうのもそういうのフランス時代の古い建物。アビジャンで滞在するのもいいんですけど、日帰りか一泊でグランバッサムに来るのはめちゃめちゃありですね。海水浴もできるしさ、やっぱアビジャンよりもすごくのどかな雰囲気、都会の喧騒から離れてっていう言葉がぴったりの場所です。入り口の橋に戻ってきました。薬局や。てかココナッツが食べたい、飲みたい。めっちゃあれもあれもあれも全部ココナッツツリーですよ。メッシ。おお、うめえ。あ、オッケー、メッシ。ガーナ国境まで 130km、 グランバッサムを出発した後、その途中でキャンプして翌日です。国境手前の町にやってきました。こんにちは、さきです。今ここはコートジボワール、ガーナ国境のコートジボワール側の町ノエっていうところです。今日9月2日土曜日ですね。時間が5時半で国境が6時で閉まるそうなんですよ。ちょっと薄暗くなってきましたが、もうガーナに入ってしまうということで、今からコートジボワール出国に向かいます。イミグレーションこれかな、これはなんだ、イミグレーションなのか。さあ、出国の時もコートジボワールのビザの数字20書きめっちゃ言われた。まあ無事に出れたから良かったですけど、もし再入国するならこの国境だったら弾きますって言われた。それじゃあありがとうございました。コートジボワール、オベボワーって書いてます。グッバイ。なるほど、この川が国境になってるわけですね。ここまで長い時間のご視聴ありがとうございました。今回のハイライトはやっぱりザウリダンス。すごいものが見れて大満足のコートジボワール旅でした。皆さんの感想もコメントでぜひ教えてください。次回はこの旅で最後の国ガーナです。チャンネル登録してお楽しみに。それではまた、さよなら。 Welcome to Ghana.